体がだるくて起きられない時、もしも髄液が漏れていたら起立性調節障害の治療をしていても良くなりません。この動画を見ているあなたは、お子さんの体調不良について、一体この症状は何だろう、お医者さんに分かってもらえたのかなともやもやした気持ちを抱えているかもしれません。まるで大海原で羅針盤を失ったかのように、お子さんの症状に悩み、どこに相談すればいいのか分からず途方に暮れているのではないでしょうか。病名がついて薬を飲ませてもお子さんの体調は一向に回復しない。また次の病院に行ってもその繰り返し、もう正しい道も進むべき方向も分からなくなってしまっているのかもしれません。一体なぜこんなことが起こるのでしょうか。それは医師が健康保険に治療費を請求するためには、あらかじめ承認された病名の中から診断名を選択する必要があるということに由来しているかもしれません。これはつまり、お子さんの症状を保険診療の枠組みに存在する病名に当てはめるということになります。しかし、お子さんの症状にぴったりの病名がすぐに見つかるとは限りません。例えば、お子さんが体がだるくて起きられないというのでしたら、起立性調節障害なのか、自律神経失調症なのか、貧血を起こしているのか、検査や問診の結果、何かしらの病名がつきますが、果たしてそれが本当に正しい病名なのでしょうか。お医者様の診断を無視しろとは決して言いません。ただ、もしお子さんが医師の指示通りに療養しても一向に良くならないのでしたら、どうかこの病名をご自身で疑ってみてください。それが脳脊髄液漏出症です。聞き慣れない病名かもしれません。しかしこれは厚生労働省の研究班が公表し、国内8つの学会も認めた診断基準でのみ診断される病気で、健康保険の適用にもなります。いわゆるちゃんとした病名なんです。それなのに、この病名で診断を下せる医師が未だにごくわずかしかいないのです。だからこそ、この動画を見ている皆さんは、自分でこの病名を疑い、診断・治療のできる専門医に自分から尋ねていかなくてはいけません。例えるなら、この図のように大海原の海底にしっかりと厚労省研究班診断基準という錨を下ろし、脳脊髄液漏出症の診断治療ができる医師を乗せた船がどんな荒波の中でも流されないよう、皆さんがたどり着くことをじっと待ってくれているような感じです。残念ながらこの船はまだごくわずかしかありません。大海原で遭難しているあなたは、その船に自力でたどり着ける自信がありますか？この問題の深刻さは病院選びの動画に詳しくまとめましたので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。そしてこの希望の船は皆さんの方に進んできてはくれません。錨で固定されています。見つけ出して助けてくださいと声をかけなければならないのはあなたの方なんです。船の方からあなたに気がついて救出してくれるなんてことはありません。ご理解いただけましたでしょうか。脳脊髄液漏出症という可能性がまだあるにもかかわらず、脳脊髄液漏出症と診断できる専門医が乗っている船を見つけられないがために、根本治療にならない他の病名にとどまらないでください。もし受診した医師が脳脊髄液漏出症の専門医を紹介してくれたら、それはかなり幸運なことで、紹介してくれた医師には感謝すべきです。一般的な医師は症状に当てはまる病名をつけて保険請求をするというのがごく当たり前の診療なのです。まだ脳脊髄液漏出症を診断できる専門医にたどり着いていないのなら、どうか諦めないでください。お子さんの大切な将来がかかっているんです。そして何よりお子さんも、そしてあなた自身も、この症状は何だろうと出口の見えないトンネルの中で孤立してしまうのは想像を絶するほど辛いことです。周囲から理解されず不登校になったり、学校に馴染めなかったり、意欲が湧かない。もし脳脊髄液漏出症だったら、それは当然の反応なんです。ゲームばっかりしてるからだよなんて的外れな言葉にどれほど傷つけられればよいのでしょう。ゲームをやめたらお子さんの体調は良くなると思いますか？違うと知ってるから、あなたはゲームをやめさせていないのだと思います。ゲームは体調不良を忘れられる唯一楽しい時間かもしれません。子供は元気があれば自然とやる気なんて湧いてくるものです。どうかあなたの勘を信じてください。このように専門医が圧倒的に不足している状況で、患者がしかるべき医療を受けられないことはまさに解決されるべき痛ましい社会問題です。そしてもしかするとあなたはすでにその社会問題の渦中にいるかもしれないという現実をどうか覚悟してください。でも決して怖がらないでください。
この希望の船を見つけるために今こそ行動に移しましょう。私にもできました。きっとこのマニアックな動画を見ているあなたですからきっとできるはずです。でも自分で専門医の先生が乗っている船を見つけられるか不安。そう思いましたか？脳脊髄液減少症の分野には篠永先生と一緒に歩まれてきた認定 NPO 法人があります。この NPO はあなたの相談に乗り、医療施設を決めるための窓口を用意してくれています。具体的な次の行動をあなたと一緒に真剣に考えてくれます。あの時もっと早くこの NPO を知っていたらという後悔をしないためにも、信頼できる専門家のサポートはあなたの大切なお子さんを救うまさに最後の砦となるはずです。お子さんの未来のために今すぐ行動を起こしましょう。まずはお子さんの症状やこれまでの医療機関での経緯を整理してください。これはお互いの時間を大切にするためです。そしてすぐに認定非営利活動法人脳脊髄液減少症患者家族支援協会のウェブサイトを訪れてみてください。相談窓口が明示されています。でも誰にも相談せずに自分で選びたい、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも専門医の先生方は日々すでに数多くの患者さんと向き合っています。唐突に訪れるよりも適切に情報を整理し NPO を通じて受診することがスムーズな診断と治療への何よりも近道になるはずです。また厚労省研究班の診断基準に頼らなくても髄液漏れを止めてくれる脳神経外科医はいるはずだ、そう思われる方もいらっしゃるでしょう。もちろんごく稀に素晴らしい医師に巡り合い劇的に改善する可能性がないとは言いません。でもそれはまるで大海原で漂流している時にたまたま偶然一艘の救命ボートに出会うようなものすごい低い奇跡に近い確率だと言えます。ないとは言えませんが、もし今現在そのような奇跡的な出会いがないのであれば、これ以上時間を無駄にしないために潔く諦めて怒りで係留している専門医の先生の乗った船に向かうべきです。あとは自分で情報を集めて自己判断でもう専門医の先生の方へたどり着いているけれど、これで本当にいいのか心配だという方もいるでしょう。まだ発症初期であることを心から願います。せっかく専門医の先生の乗る船にたどり着いても、その診断を信じられずにまた大海原へ戻っていく人もいると聞きます。ではご自身で選んだ道を一体どうしたら信じられるのですか？一体何を信じ、どこへ向かえばよいのか、そんな風に迷うのはお子さんの未来を真剣に考えているからこそかもしれません。だからそんな時こそ NPO に相談することで、あなたの進む道が本当に正しいのか、他にできることはないのか、広い見識、専門的な視点から冷静なアドバイスを得ることができるでしょう。こうした例をあらかじめ考えれば、発症初期から NPO に相談することがお子さんを救う最善策だということがわかると思います。ここまでお話しして、厚生労働省研究班の診断基準で見てくれる専門医しか脳脊髄液漏出症という病名はつけられないことはご理解いただけたかと思います。では質問です。あなたはその専門医にどうやってたどり着きますか？ここでさらに厳しい現実を2つお伝えすると、1つは小児を見られる専門医はそのわずかな船の中でもさらに限られているということです。専門医を探し出してさらに小児に強い専門医を自分で探すことに時間をかけますか？ 2 つ目は脳脊髄液漏出症はやっとたどり着いた専門医に診断治療してもらってもすぐに良くなるという類の病気ではありません。髄液の過剰な漏れを止めてもらうことはできますが、一度傷ついてしまった神経や乱れてしまった自律神経はそう簡単には元に戻らず、鬱屈としたリハビリ生活が待っています。そこで治らなかったと諦めてまた大海原に戻ってしまうのか、先生を信じてリハビリに励むのか、もはや精神論ともいえる回復への道のりが待っているのがこの病気の特徴の一つでもあります。その時にどうやってたどり着いたのかが重要になってきます。広い見識、専門的な視点を持つ信頼できる専門家に聞いて選んだのか、自分や身近な人の口コミ程度で選んだのか、専門家からあなたのお子さんにはこの先生が一番最適だ、これ以上の先生はいないとお墨付きをもらえれば
リハビリにも迷いなく取り組めるということです。なぜ私がこんなに NPO に相談することをお勧めしているのかというと、この怒りを下ろした専門医の先生を乗せた船、この荒れた大海原にこの仕組みを築き上げたのが篠永先生、厚生労働省の研究班の先生方、脳脊髄液漏出症学会の先生方といった医師であり、その先生方の活動を当初より支えてきたのがこの NPO だからなんです。病名がはっきりせず、いくつもの病院を回る、まるで大海原で羅針盤を失ったかのようにお子さんの症状に悩み、どこに相談すればいいのかわからない、そんな絶望的な状況にあなたは一人で立ち向かう必要はありません。大切なのは病名そのものに決して振り回されないこと。体がだるくて起きられないとき、もしも髄液が漏れていたら起立性調節障害の治療をしていてもよくなりません。もしお子さんの症状が脳脊髄液減少症である可能性を少しでも感じたら、ためらわずこの怒りを下ろした船にたどり着くべきです。そのためには認定非営利活動法人脳脊髄液減少症患者家族支援協会に相談することをお勧めします。この NPO はあなたの道しるべとなり、厚労省基準で見てくれる専門医へとつなげ、お子さんの回復への最短ルートを示してくれるでしょう。早期発見はお子さんの未来にとって何より重要です。今この一歩を踏み出す勇気がきっとお子さんの本来の活力を取り戻します。この動画があなたの力になることを心から願っています。